こんにちは、さきです。本日は私がインスタでヒアルロン酸入れてる？どこで施術してるの？ってよく聞かれる私のリップメイクを紹介していきたいと思います。結構私もともと唇自体は厚めなタイプでぷっくりしてる方なんですけれども、年々年を重ねるごとに上唇の薄さだったりとか、あと唇の縁のカラーみたいなものがちょっとぼやけてきて、最近もともとの唇よりもちょっとちっちゃくなったかなって感じることが多いので、私は最近がっつりとオーバーリップをして唇をぷっくり見せるメイクを結構している感じになります。これがありがたいことに本当にヒアルロン酸入れてるんじゃないかって思ってる方が多いみたいで、もちろんヒアルロン酸を入れるのも一つ手だと思うんだけど、ヒアルロン酸入れるのがちょっと怖いよっていう方に向けて簡単にできるリップメイクを紹介していきたいなと思います。これは本当に私がいろんなメイクをしてきた中で絶対にぷっくりリップを作るんであればこのメイク術とメイクアイテムがいいっていうものをおすすめいたしますので、皆さん必見でございます。ということで動画スタート。まずは最初にこちらを使っていきます。これはリッププランパーになるので、メイクをする前に最初に塗っておくと唇がぷっくりするアイテムになっております。これは唇全体に塗ると5分ぐらい経つと唇が結構赤く縦じわも消えてぷっくりしてくるような感じになります。これグロスなのでちょっと塗ってぷっくりするのを待ってからメイクするっていう感じです。結構ヒリヒリするような感じになってて、ここのボリュームとここのボリュームが結構出てくるような感じです。3分から5分ぐらい経ったのでオフしていきます。これをつけたままリップしちゃうと色味が全然出ないので、私はいつもティッシュオフしてから始めます。こんな感じでさっきよりもこことここが多分ちょっと山ができてぷっくりしてきたと思う。で一番最初にリップのシェーディングをしていきます。使うのはこちらのこの濃いカラーを使っていきます。シェーディングとかでも全然いいし、こういうピンク系とかでもいいし、もしくはこういうペンシルタイプのものでもいい。ただまずはこっちから使っていきます。アイメイクで使うやつなんだけど、これをちょっとポイントで使ってぼかしていきます。まずはこれやった時のほんとこんぐらい。あと山、これを手でこうやってちょっとこうやって動かし、異様な光景じゃない？で結構本当にナチュラルにこういう感じでシェーディングしたみたいな感じになるので、まずはこれが第1工程。第2工程にこちらのナーズを使います。このカラーじゃなくても大丈夫です。ただ結構このピンクが薄めのこういう感じのピンクになってるので、ベージュ系とかこういう柔らかい色を使ってあげた方が自然にナチュラルなオーバーリップが作れるので、こっち系のカラーを選んであげるといいかなと思います。私はこの唇があって縦幅をぷっくりさせたいので、ここの山とここを分厚くしていきます。この口角、今こことこことこことここを書いてぼかします。結構もう今の時点でここがってなって人中短縮にもなるし、ここの顎の距離も近づいたかなと思います。私はここの人中はもともとそんな長くないので、下の方を分厚くさせてあげたいっていうのと、上と下だったら比率的に上唇が1で下唇が2の比率の方が唇が綺麗と言われてるので、上の方がやや薄め、下の方がぷっくりを目指していきます。そしたらさっきのこちらのこの濃いカラーをのせていきます。こういう細めのブラシを使ってあげます。この若干薄いしラインなんだけど色が出てないところにのせていく。そしたらリップに移っていきます。今の時点で結構ぷっくりしてるんだけど、ここから色をのせてさらに可愛いリップを作っていきます。使うのはこちらのヒンスです。結構マット系のタイプのカラーを使った方がよりリップが簡単にオーバーにできる。ヌーディーなカラーかつマットな方が唇の立体感を簡単に作れるので、ツヤ系だとねこうやって伸ばしたりとかするとマットほどこうやって綺麗にふんわり出てくれないので、こっち系のタイプの方がすごくおすすめ。最初はこれは全体的に塗ります。ちょっとやや薄めのカラーを選ぶと次に使うのがこちらのリップで Into You です。
。これもマット系のテクスチャー、こんな感じ。ちょっと明るめ。これも伸ばすとふんわりしてくれるような色味です。これが唇のこの中央上のこうハートにこんな感じ。このリリー・ミューのリップブラシを使います。全体にってよりかはこんな感じで少しずつ広げていく。そうするとここが濃くってここが濃いで全部は薄い感じになるので、ちょっと立体感のある唇になります。そしたら仕上げにこちらのリップを塗っていきます。こういうちょっともったりしたテクスチャーを使ってあげた方がいいと思います。これを上と下全体にはつけません。こことここだとっていう感じでリップが完成しました。はい、ということでメイクが完成しました。これが私がすごくインスタでよく聞かれているぷっくりリップの作り方になります。ポイントのおさらいをしていこうと思います。まず一番最初にこのプランパー系のリップを使う。でこれはすごく大事で、縦じわを消してくれるのと、あとは唇を大きく見せてくれる、ぷっくりふっくら立体的に見せてくれるっていう効果があるので、こういうプランパー効果のあるものを最初に仕込んでおくとすごく後ほどのメイクが楽になってくるかと思います。私はこれをリップメイクの後に塗るっていうよりかはリップの前に塗っております。その次シェーディング。とりあえずここの影とここの影は本当に必要不可欠で、この影をつけるかつけないかで全然リップの形が変わるし、私はたまたま自分の唇と顔に合うメイクで縦幅を大きくして横幅はそんなに広げないような、中央にちょっと寄ってるぷっくり唇が自分の今マイブームなのでこことここにしたんだけど、いろんな唇の方がいると思うので、唇が全体に薄いよっていう方は全体的に立体的にシェーディング影をつけてあげてもいいかと思います。あと口角とかも私はあんまり口角が上がってないので口角をこうやってちょっとだけ足したんだけど、私はあんまり上げすぎちゃうとすごいちょっと変な顔になっちゃうので、ほんとさりげなく端っこだけキュッてするようにしてたりとかで、自分の口に合わせてシェーディングの影を入れるっていうのがすごく大切かと思います。と人中長い方とかはここの部分に一本線入れてからここに山描いてもいいし、顎がちょっと長いよっていう方はここにもうちょっと濃いめに入れてあげてもいいかなと思います。その次に使ったこのシャドウなんだけど、オレンジ系使う時はオレンジ系のシャドウでぼかして、ピンク系使う方はこういうピンク系のシャドウを使って造形色系のものを最初にこの唇に仕込んでおくと後からのリップも取れにくいし、すごく綺麗な仕上がりになってくるかなと思います。でその次ベースですね。でとりあえずリップはマット系を使うべしっていう感じです。ツヤ系のリップとかティント系でぷっくりリップのうるうる系は作れるんだけど、オーバーリップを作るにはすごくテクニックが必要なので、簡単にオーバーリップを作りたい方とかはマット系を絶対におすすめいたします。最初にこういうベース薄いものを仕込んだ後にこういうちょっとはっきりした濃いカラーを選んであげることによってちょっとじゅんわりしたようなぷっくりリップが作れるかなと思います。最後のこちらのリップです。こちらのリップのテクスチャーは軽いものではなくって重くてもったりしてるリップをおすすめします。これはもともと本当はもっとクリアで、色づきも今リップがついてるからちょっと純度が悪いんだけど、もっと透明なんだよね。透明系のカラーを使った方が圧倒的に綺麗な唇の仕上がりになるかなと思ってて、私が今回この使用したクラランスはどれもどのカラー選んでも割と色づきがあんまりないのですごくおすすめかなと思います。逆に結構色がついてるカラー系のリップグロスを使っちゃうともともと仕込んでおいたカラーのグラデとかがなくなってしまうので、できれば透明で重めのリップを使ってあげることが一番重要かなと思います。っていう感じで私斉藤咲のチャームポイントの唇の作り方になります。皆さんいかがでしたでしょうか。私唇もっとぷっくりしたいという方とかはぜひ真似してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバーイ。